どうも、試作です。前回に引き続き、東急プラザ銀座で開催中の AD ラボの動画をお届けします。今回は、事前に予約することで体験できるガラスポット、雫を使ったパルダリウムワークショップに参加してきたので、その様子を動画で紹介します。ワークショップの様子を紹介する前に、そもそもパルダリウムって何だってことと、ワークショップに参加するまでの流れを紹介しておきます。ワークショップの様子だけを見たいという方は、画面に表示してある時間まで飛んでみてください。パルダリウムとは、大まかには熱帯植物を使ってガラスケースの中をレイアウトして、その植物の成長を楽しむものと思ってもらえれば大丈夫です。アクアリウムと違って水を使わないので、始めるハードルが低くて、小型なものであれば適切な光と適度な霧吹きだけで管理できるという手軽さもあって、最近じわじわと人気が出ています。今回の AD ラボの主催であるアクアデザイン天野も、最近は DUA というセカンドブランドでパルダリウムに関する製品を発売したり、イベントでワークショップを開いたりしてパルダリウムを盛り上げようとしています。例えば前回の東京ドームシティで行われたイベントでは、着生卵を使ったパルダリウムの制作ワークショップを行っていました。前回ワークショップを担当してくれた方にお話を伺ったところ、前回の着生卵レイアウトは自然感を重視したもので、使った植物も多かったので、植栽やその後の管理が大変だったという声も多かったとのこと。なので今回 AD ラボのワークショップでは、メインの植物を引き立てるようなシンプルなレイアウトにしたそうです。今回の ADA ラボのワークショップの詳細はこんな感じとなっています。予約方法と参加までの流れは、ADA ラボの特設サイトの右上にあるワークショップを予約するボタンから予約ページに飛びます。希望の日時を選択して予約します。今後の日程は不明ですが、ゴールデンウィーク期間中は3回行われるようです。当日、販売エリアのレジでワークショップのチケットを購入します。あとは開始5分前にセッティングラボに行くという流れです。さて、前置きはここまでにして、実際にワークショップを体験してきたので、その様子をご覧ください。今回は ADA の YouTube チャンネルで公開されているパルダリウムの作り方で実際にレイアウトをしていたスタッフさんに担当してもらいました。前回のワークショップにも参加したと伝えてあったので、簡単な説明だけでスタートしましたが、パルダリウムは初めてと伝えれば、もう少し詳しく説明をしてもらえると思います。まず、割と同じことになるんですけれども、ジャングルベースの方を使います。すべてこちら入れてしまってください。勢いよく触って入れた方がきれいに入ります。活性酸とバクテリアの粉がまぶしてある、軽石なんですけども、非常に土の中で根を張りやすくするとか、少しでも傾ければ水が動いてくれるんで、その時に根の中の空気が動いてくれるで、そのために入れます。軽く揺すっていただいて、ジャングルベースは 200ml 使いました。器を後ろに少しクッと倒して、少し前を開けてください。はい、開けましたら、右利きですかね。はい。この、前回多分黒い土使われたかもしれないんですけど、今回ちょっと明るい色合いのこちらにでやっていただきます。今回はトロピカルリバーソイルという茶色のソイルを使っていきます。このソイルは栄養分がそこまで多くなくて、日陰で育つような植物に向いているソイルです。ソイルは全部で 600ml くらい使いました。じゃあこちらの壁に当てるように少しここの今開けた分を埋めてください。はい、それでいいです。ちょっと入れてください。はい、ちょっとはい、ストップ。で今度はこちらの壁に当てるように勢いよく全部入れちゃってください。この辺めがけて、はい、そうです。ざーっと入れちゃいましょう。
はい残りもはい全部入れちゃっていいです。はいで、この状態で正面を見て、まあ、大体斜めにはなってるんですけど、ちょっとサンドフラッターで横のラインを揃えてください。この傾斜のままで横のラインをならしてください。こっちの厚いところをこっちに直した方がいいですね。こっちもへこんでて、こっち高いので、こっちから手前を浅くして後ろを高くすることによって奥行きを演出してあげる形になります。すごい手っ取り早くやるためには乱暴なやり方だとこうしてこうしちゃうっていうのはありなんですけど、やっぱりちょっと崩しちゃいやすいのでプロ技をこれで終わりです。お料理みたいなもんなんでね、しょっちゅうやってるかどうかなんですけど、でこれで下地ができましたと。で前の状態だとじゃあ、流木を探していただいたりとかランを選んでいただいたりなんですけど、今回ちょっと、この選んで使っていただくメインプランツがジュエルオーキッドっていう地生ランなんですね。地上に生えてるラン、はいこれを使いまして、これはちょっとそんなに茎カチカチに硬いわけじゃないんで、水濡らしてから植えちゃうとうまく入らないので最初にこれを入れちゃいます。種類3種類の中からお選びください。どれもどれが難しいとかどれが巨大化するとかそういうものじゃないんで、本当お好みの見た目で、一応一番メジャーな種類はマコデスペトラというこちら手前のものですね、いわゆるジュエルオーキッドって言われる中でも特に代表選手で、それ以外に緑地に赤金の葉脈だったり黒地に赤線の、シュスランっていう形になります。ここで補足をしておくと、ジュエルオーキッドは葉の模様を楽しむランの総称で、日本では宝石ランと呼ばれることもあります。東南アジア原産のものが多くて、日本に自生している種もあるそうですが、一部品種は特定国内希少野生動植物に指定されていて、いわゆる種の保存法によって許可を得ている業者以外は販売や譲渡ができないものとなっています。赤色が好きということで、今回は黒地に赤線のランを選びました。手で直接やっていただいた方が簡単に取れると思います。水苔を全部外していただくんですけど、大抵ぐる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 こう巻いてあるんで、こうちょっとほぐしていただくと分かると思います。外していってください。これもランの仲間なんでちゃんと可愛らしい花を咲かせられますね。何月頃にこの子はこの環境が良すぎて、はい全然関係なく咲くんです。要はしっかり根を張ってくれて、はい十分にこの環境いいわーって思ってると花咲かせてくれるようになってきます。ただ何回も春夏経験してると、決まった時期に、咲くことで、冬場のに近い時に咲くことが多いんですけど、これちょっとくるっと回していただくと分かると思うんですけど、どこ前だと思います？正面。そうですね。それでこちら側が正面になります。やっぱり光を浴びて生きてるんで、一番光を浴びてた面に向かって大体こう植物の顔を見せるんですね。顔を探してあげるっていうのが大事なポイントです。で植物に対して、こう持ってしまうと植える時に今度は横向いちゃうんで、必ず縦に。でしかもここを持っちゃったら植えようとした時に倒れちゃいますので、下の方なるべく下の方を持つのと、こうじゃなくて縦に使う。じゃあ掴んでみてください。で、真ん中に植えるんですけど、こうブツブツなかなか刺さらないんですね。手前に少し刺していただいて、そのままず
ズリ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 と後ろ持っていくと深くそのまま刺さるんで。おう。もっと立てちゃいましょう。はい。はい。しっかりはい。強く掴んでもらって、もっと前に植えてください。はい。そこから後ろに下げましょう。ぐり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 。あ、でもはい。見ちゃいましたね。大丈夫ですよ。そうやってしないとダメなんです。うまくいかなくても、スタッフさんが修正してくれるので、安心して取り組めます。次に、ちょっといきなりぴょんと出てると見た目が良くないので、はいこの周りに溶岩石ではい。保護をするというよりも岩場から蘭が可愛らしく咲いた飛び出したっていう感じでやりたいので、こう蘭の周りに石を配置してください。はい、これも石の表情を見てあげて、ちょっとこっちの面の方がかっこいいなっていうところを使うといいですね。近すぎない方がいい。あ、近くていいですよ、全然。はいで石の数も別に、何個じゃなきゃダメっていうのはないです。ご自由に入れていただいていいです。手の方が簡単に入りそうだったら手でも全然大丈夫ですよ。はい。まず好みで置いていただければ、その後にちょっとこれだと向きをこうした方がかっこよくなりますよとかをアドバイスさせていただきます。はい。例えばあえてピョコンと違う外れたところに置いてあげるのもいいですし、全部固めちゃうのもどちらも間違いはないです。とりあえずこんな感じでいいですか。はい。この深いのがこの子の成長を邪魔しないかなっていうのは。全然そこは大丈夫なんですけど、今真正面に1個同じぐらいのところに真正面に1個来ちゃってて、でほぼほぼセンター以上の位置にこれが来ちゃってるんで、はい。自然感を出すためにはちょっとずらした位置にしてあげるよって、あとせっかくなんでちょっと放射状に置いた方がなるほど。で後ろの小さいやつははい。ちょっと土に埋めて、少し奥行きが出るようにしてあげて、であとこの谷間の真ん中に段が来るようにはい。ちょっと修正してあげればまっすぐなるかなと。そうだよね。全然違うね。でこの後埋めていきます。一箇所だけ段が傾いたりしないように受け止める感じで。で今現段階では土がかなり乾いているので、これ簡単に砂さらさら土動いちゃいます。水で濡らすことによってレイアウトを決めて確定していくので、ここにちょうどこれに分量あった量を用意してあります。なるべくノズルの先端を土の近くに持っていって、ギューッと押す必要ないですから、このままペタペタ垂らす状態で優しく少し掴んであげればパタパタパタっと垂れていくんで、この感覚で表面全体を色変えてあげてください。はい、全部使い切る前に表面がとにかく全体濡れてれば OK です。
自然界でもこの適切な水分量ってすごく大切なんですね。でこれ今作る時も水少なかったらやっぱり根が張るのに十分な水分得られなくなって早く枯れちゃいますし、かといってビタビタにこう水入れすぎてしまうと根腐れを起こしてしまったり、もう常に曇ってしょうがなくなるので、大体適量で用意してあげます。そこまで濡れたらなるべく上のゾーンに、この辺のゾーン全体に残りギューッと入れちゃってください。段の足元に少し乾いてる部分はあると思うんですけど、一番下に水が少し溜まってますんで、ゆっくり傾けてください。それで、乾いてるとこないように、200入れといて、上手に入れていただいたと思うんで、ほとんどいい感じにどこから見ても濡れてますかね。じゃあ、他の植物の植栽していきまして、これはプレミアムモスっていう苔で、ちょっと普通のウエオモスとかこういったクリスマスモスとはまた性質の違う苔なんですけど、これはすごく簡単に、ただポコポコっと置いていくだけで大丈夫です。で、今組織培養がついてた面とそうじゃない表面あるんで、裏表だけ気をつけながら、これ前景前のところに使えちゃうんで、とりあえずこういう隙間とか、あと石の際の部分とかにただ単にポコポコ置いてっちゃってください。これちょっと置いてる、ポコポコと置いてっちゃってください。で、ここにはダメですよっていうのは、壁に最初からくっつけちゃうのは成長してた時に壁をくっついてかっこ悪くなっちゃうんで、できれば半分より前のゾーンでこういうとことかこういうとこに適当に散りばめて置いてください。ただのっけるだけでいいです。結構傾斜が緩やかで土から近いところはくっつきやすいんで、少し石の上にも置いても大丈夫です。石に苔が生えているのはかなり時間経過を演出できます。で、てっぺんだけちょこっと乗っけるよりも、こう連続性を持って乗せたりとか、土の際だけを一石の際に置いてあげるとかの方が自然です。なんせ土の近くが一番湿ってるんで、石のてっぺんは一番乾きやすいんで。結構モコモコっと大きくなってきますので、最初から全部一株ずつくっつけちゃうよりはちょっと離して、その形、そうですね、うまく利用してそういう風に、今ポンポンと置いただけなんで、あまりにも土の上に馴染んでないので、ピンセットのお尻側を使って、ピンセットのお尻側でちょっとこう押さえつけてやってください。こっちでやっちゃうとギザギザがついてるのととんがってるんで引っかかっちゃうんですよね。引っかかるようにギザギザ打ってあるんで、ピンセットのお尻で押し付けてあげればいい感じに土にキュッとこう挟みます。全然ね、押し付けていじめても平気な種類ですので、キュッと押してあげてください。はい、次にこのクリスマスモスっていう違う苔も使って、こっちの方がふわふわっとしてる苔になるんで、
ちょっとここの足元とか石と石のこういう隙間、後ろの方とか、こういうところをちょっとこれで塞いでやってください。離れない時ってどうしても離れるんでしょうか。こういうの使うのが一番便利です。で、押さえたら外す。次こちらなんですけど、これはね、そんなに前後ろ関係ないです。はい、でただ一番最初と同じようにまっすぐ縦に掴むのと下の方をちゃんと掴むことですごく植えやすいんで、これ細長く縦に伸びるやつですから、後ろの方とかにこうスッとまっすぐ入れていただければ簡単に入ります。なるべくランダムに真横一列とか縦とかに並んで、これ普通の水中レイアウトの植物を植えるときは地に対してこう植物斜めに植えちゃった方がその上からの土の分が全部重しになるんで、水中の場合はもう本当半日1日2日すればもうちゃんと上立ってくれるんでいいんですけど、このパルタリウムの場合はもう最初からしっかり縦にやった方がいいです。あまり後ろすぎない方が。そうですね、後ろ壁に近すぎると伸びたきた時に頭すぐ天井ついちゃうので、植える位置に迷ってもスタッフさんからアドバイスをもらえるので大丈夫。思い切って前の方に植えちゃって、この辺がいいと思うんですけどね、植えちゃってで大きくなってきた時にちゃんと早めに手前のやつは早めに切っちゃって、後ろのはもう結構上まで伸ばしちゃっても、そうすると見た目のバランスがいいと思います。深めにさせてください。あ、一番ちっちゃいやつこれだったんですね。でもう一種類、このピグミーマッシュルームってやつはすごい可愛らしいんですけど、ものすごい丈夫な種類なので、伸び始めるとぐーっと大きい葉っぱになってきて、たくさんほっとくともうこればっかりになってくるぐらい丈夫なんで、可愛らしいのを維持するためにも伸び放題にしないで、ちゃんとちょっとこっちの壁まで来ちゃうと窮屈だよってところはちゃんと切って取り除いてあげてください。これ僕こう掴んでいただいて、これ大きいんで後ろの方に入れますね。プスッと葉っぱがてっぺんか手前かどちらか向いているように置いてください。これもあちこちランダムにやっていただければ。ここでジュエルオーキッドの水やりについての小話がありました。このジュエルオーキッド、書籍によっては葉に水をかけちゃダメよって書いてあることがあるんですけど、まあ散々うちの会社でいろいろやっても全然平気です。この環境が相当好きみたいで、こういうガラスの中に閉じ込めてやってる分には表面に水かかろうがもう状態がいいんで、すぐパッと水弾いちゃいます。多分園芸の感覚でいう水やりっていうのは、だいたい鉢をベランダだとかシンクに置いて、そこにシャワーでジャーっとかけ続けるんで、そこまでこう大雨が降ってる状況を続けるのは良くないんだと思うんですね。このいうレベルでここにワビキサミストかけたりだとかスプレーで水かけるぐらいは全然平気です。ちょっと曲がってるんで難しいですけど、しっかり茎を土の中に入れてあげて、葉っぱがパッと土から出てるだけにすればいいです。植栽が終わった後は日頃の管理方法を教えてもらいます。
で水やりについてなんですけど、基本的にワビクサミストも持ってらっしゃいますかね。はい、ワビクサミストを週に1回5から10プッシュしていただければ、水分補給と栄養補給と虫除けと汎薬1本で済みます。で、お家の環境ですごく風通しのいいお家だといつも水、透き通ってて見た目もいいし空気も入れ替わるんで植物にはいいんですけど、乾きやすいかもしれないんで、もし土の色が乾いちゃうようであればスプレーをしていただきたくて、ちょうど今日からの発売で、またもっと言われた。はい、先ほど、はい、イオン交換樹脂が入っているスプレーを使っていただける。基本的にはビキサミストだけで大体足りちゃうと思います。で、換気についてなんですけど、いつも曇りがち、あんまり中きれいに見えること少ないっていう形であれば、蓋を15分とか30分時間を決めちゃって開けてください。あんまり長く開けすぎちゃうと誰かが乾ききってダメになっちゃったりするかもしれないので、スマートフォンだとかキッチンタイマー使って15分とか30分決めちゃった方がいいです。で、光は必ず直射日光だけは絶対避けてください。直射日光直接当たっちゃうと中がものすごい熱くなってしまって、今までずっと元気だったのにたまたま1時間光当てちゃったらもうそれで全部終わりになっちゃう。で、特にマグネットライトを使っていただければお家の中どこでも置けるようになりますよ。私の家では寝室に置いてあるんですけど、タイマーで管理しておいて、夜1時までこれが家の中で一番最後までこれがついてる状態にしてあって、でこれが電球代わりにもなるんで、もう間接照明として最後寝室の部屋の明かりにつける。カットが一番重要になります。どの植物も伸びすぎて窮屈なやつだったりとか、ランナー横の伸びがどんどん伸びちゃって邪魔になってるとか、あとそもそも溶けてるとか枯れてるっていうところは早め早めに発見してあげて切って取り除いてください。で、今回植えていただいたやつはすごくその管理が楽ちんな種類だけに絞ってありますので、ぜひこの4ヶ月間でわからない方はまた来ていただいたりとか、動画撮っていただいても見せていただければ、私じゃなくても他のスタッフも大体アドバイスできると思います。で、雫垂れるのはもうすでにご存知だと思います。上に水入れると、たまにお忘れでちょうど真ん中あたりにするとこういう感じで可愛らしくなります。で、今回はこの分東京ドームのワークショップとさらにもう一つ違う点がありまして、こちらのご説明以外にカルテが、今日はガラスポット雫で作りましたよ。おすすめのライトはマグネットライト G です。で、今回、地生蘭という地面から生える蘭ですね。で、ジャングルと一番最初に引いたのがジャングルベース、その上に引いたのがトロピカルリバーソイルになります。トロピカルリバーソイルの方が見た目が明るくて、こういう風に全部植物で埋まってなくてもちょっと野生な感じが明るいイメージになります。ただこっちの方が栄養薄いんですよ。ですから植物がゆっくり育つ形になります。特別栄養を大量に欲しがる種類ではないんで、こちらで十分成長できます。で、切り引き週1とありますけど、もし乾いてるようだったらという価格で結構です。で、ワビキサミストは1週間に1回、1週間に3回もそこまでやらなくても普通は大丈夫です。3回やってあげるとより栄養補給しっかりとっていう感じですね。ベストな気温は15度から25度で、湿潤が大好きな種類で、香料もそんなに大量に必要としないんで、最強が6だとしたら2段階ぐらいになります。今日はまあこのランプ使わなくても明るいリビングであればそのまま置いとけるよ。まあ合わせてお持ち帰りください。最後に今回使用した器や植物の種類、管理方法などが一覧できるカルテについて説明をしてもらってワークショップは終了。所要時間はだいたい1時間くらいでした。他の参加者がいなかったということもあって、ワ
ワークショップのことだけでなく、スタッフさんおすすめのアクアショップや ADA 流水草の育て方、ADA ラボの今後の展開など、いろんな話を聞けました。マニアックな話が聞きたい方は、比較的空いてそうな時間を予約する方が面白いかもしれません。もちろん、ワークショップ中はスタッフさんが優しくアドバイスをしてくれるので、初心者の方でも安心して参加できると思います。お部屋に緑を置いてみたいと思っている方で、近くに行く予定がある際は、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。さて、今回の動画はここまで。このチャンネルでは、アクアリウムやパルダリウムに関することや、イベント情報などの動画を投稿しています。この動画が良かったと思った方は、ぜひチャンネル登録やグッドボタン、コメント等で応援してもらえると嬉しいです。また、前回の着生卵パルダリウムのワークショップの体験動画も投稿していますので、この動画でパルダリウムに興味を持った方は、ぜひそちらも合わせてご覧ください。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。